皆さんこんにちは。台湾人のランです。台湾にも温泉があることを知っていますか？今回は台北にある有名な温泉地、北投温泉へ行ってきました。実際に温泉にも入ってみました。他にもおすすめの観光スポットや北投しか食べられないグルメを紹介します。ぜひ最後まで見てください。まず出発前にランチを食べに行きましょう。台湾に帰ると一度は必ず訪れる定番のお店。これから台北で有名な温泉街北投温泉へ行きます。MRT の北投駅から少し離れているので、新北投駅へ向かう路線に乗り換えます。この空間は新北投駅までのたった一つだけを結ぶシャトル列車が運行しています。内装は普通の MRT と少し違って木目調で落ち着いた感じ。目の前の風呂桶、実は観光スポット紹介のパネルです。たった数分ですがこの空間で旅気分をぐっと高めてくれます。新北投駅に到着。駅を出るとすぐに北投公園があります。この公園は日本統治時代の1913年に建てられた公園です。噴水や小さいの橋、川があって当時の景色が今もそのまま残っています。なんかもうすでに温泉の匂いする。実はこの公園を流れている小川は温泉なんです。北投市といって上流から温泉が流れてきて、ここまで流れてくる時には熱は冷めています。寒い日には湯気が立ち上ってより温泉街の雰囲気を楽しめます。少し歩くと目の前に素敵な建物が見えてきました。このおしゃれな外観の建物は北投図書館です。ちょっと近くまで行ってみましょう。館内は撮影禁止ですが、外のテラスは撮影 OK で雰囲気がとても素敵です。
歴史がある温泉で、地元の人たちにも長年愛されている名湯です。大衆浴場は1人150元。貸し切りは広さによって400元か600元かを選べます。タオルのレンタルは別料金で50元です。毛巾。小件就好。对。好，那就450哦。可以刷卡吗？我们收现金。双脚换上面。那你们今天使用的是3号。那这种温泉3星带盐分小海水，不要碰到眼睛。ここの温室は珍しいの温室で、台湾のとこういう北東のところと日本の玉川のところ2つだけあって、新陳代謝。川沿いを奥へ歩いていくと、だんだん源泉に近づいてきます。この辺りの川の水は温泉成分が豊富で、川底の石も少し緑がかかって見えます。お、暖かい。これ温泉やな。あ、そんなに高いの？まあまあついてる。なあ。またく。なあ。そしてその奥の行き止まりは地熱湖があります。でかい温泉。わあ。で。温泉や。そうや。これゆで卵が作れるの温度や。入ったら肉になるで。すごっ。昔ここで温泉卵は作れるで。そうなんか生卵を売ってて、で買ってでこっちはできるで。でもなんか怪我する人がいっぱいだから今は禁止。なんで下はピンクやな。アバターみたいです。くっつけるやつ。ああ。俺。うん。温泉に入りたい。本当だ。お。鳥。温泉鳥や。ここで地元の友達夫婦と合流。猫も。うん。お、すごいすごい。綺麗よね。こう徐々に見えてきた。なあ。かっこいい。この光温泉は水着で入るスタイルなんですが、今日はお休みでした。1913年に建てられたこの建物は、今は北投温泉博物館として公開されています。
入場は無料ですが、入場人数に制限があります。中は文化財を守るため、スリッパに履き替えで見学します。2階には北投温泉の歴史について紹介する展示があります。あ、さっきの提灯のところ。ああ、そっか。うん。ああ、綺麗。おー。いいね。对啊，我也这张应该比较好，因为它底片它宽容度会比较大。Very nice。谢谢。うん。綺麗。あ、ここ入ったらダメで。大丈夫。1階は日本から伝わった入浴文化を再現しています。那个是什么？可以进去吗？おお。ローマ式。実際に使われていた大きなローマ風の浴槽がそのまま残っています。おー。お谢谢。可惜。富士山やです。赤レンガと木造が組み合わさった北投温泉博物館の外観もぜひ楽しんでくださいね。新北投駅は1916年に建てられた木造駅舎で、日本時代の雰囲気が残っています。一度移設されましたが、今元の場所に復元されていて、展示やホームもあって写真スポットになっています。かわいいよね。レトロな感じが。ああ、すごいね。地元の友達が北投で一番おすすめのグルメを食べに連れて行ってくれます。好啊。北投にある老舗の牛肉麺や地元の人にも親しまれています。
特に紅烧と茄子が人気で、友達は紅烧をおすすめしてくれました。スープは濃厚でコクがあって、ほのかに香るスパイスが食欲をそそります。でも美味しいよ。コシが。なんか細麺もあるけど、でも友達がこっちの方がおすすめで、大きな牛肉はとても柔らかく、食べ応えも十分です。テーブルの上に置かれた牛油のラー油を入れると、スープのうまみがぐっと増して、より深く味わいに変わります。最後はベトにしかないドリンクスタンド無用茶庄でドリンクを買いました。これから台北中心地に帰ります。今回の動画はここまで。次も台北の魅力を紹介しますのでお楽しみに。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。